はい、おはこんばんは、オリーブです。今回は、ここにあるボートの変なところに穴を開けてしまったので、それを直していきます。この動画はポンコツなオリーブの提供でお送りします。本当これなので真似される方は自己責任でお願いします。で、その変な穴を開けたところがここなんですが、ここにフレームがついているんですが、このパーツはこんな感じでフロートを取り付けるためのパーツになっています。で、このベースを取り付けるためにボートの縁の方に穴を開けてこんな感じで固定しているんですが、このボルトを外してみると、これうまく映るかわかんないんですけど、このボルト穴の奥の方ですね、空洞になっているんですよね。どういうことかというと、このボルト穴の先がそのままこのボートの中に繋がってしまっているんですよね。うまく伝わってるかな。ボートを加工するときに、ここの溝の部分って全部中までぎっしりと詰まってると思っていたんですが、どうやらここは空洞だったみたいですね。で、はい、今別の場所を映しているんですが、ここは元から穴が開けられていた場所ですね。こっちの方を見てみると、見えますかね？この穴の中の方までしっかりと材料が流し込まれて、隙間がないように作られているんですよね。最初は知らなかったんですが、多分ボートって穴を開けていい場所に穴を開ければ空洞はできなかったんですが、その情報を知らなかったので、適当に穴を開けてしまって、穴を開けたところに空洞ができているので、それを直していきます。で、どうやって直すかですが、この廃材の灯油を入れるポリタンクを使っていこうと思います。ボートって高密度ポリエチレンっていうプラスチックで作られていることが多いんですが、灯油のタンクも高密度ポリエチレンっていう材質で作られているので、同じ材質同士で組み合わせて直していこうと思います。同じ材質を使って直すのが正しいかまではわからないですけど、とりあえず今回はポリタンクを使って直していきます。具体的にはこのポリタンクを溶かしてボートの隙間に埋めるような形で直していこうと思います。ポリタンクを溶かす道具としてはハンダゴテを使っていきます。先端の方をこんな感じで潰したやつですね。これを使っていきます。とりあえずここのボルトの穴のサイズを測って、それぐらいの幅でポリタンクの方を切っていきます。だいたいそうだよね、ボルトが 8mm だから穴のサイズも 8mm か。軽く掃除するか。そしたら適当に目印をつけていこうかな。はい、こんな感じで 7mm ぐらいの幅で印をつけましたね。そしたらこれをグラインダーで切って溶かしてボートの隙間を埋めていきます。刃は何でもいいな。電源オフだね。はい、こんな感じでプラスチック溶接棒みたいなのができたので、こちらを使って穴の方を埋めていきます。で、穴埋めの時、ここのパーツが邪魔になるので、一旦外します。ハンダの電源オン。よし、温まるのを待つか。温まったかな？この棒をこんな感じで入れながら、ハンダを使ってクイックイッと溶かしながら穴を埋めていきます。難しいな、結構これ。下から出すか。こう下から出してくっつくにはくっついたな。これ今下から入れて溶かしてるけど、軽く埋まればいいって考えでやんないとしんどいかな。やばいやばい。これちょっとカメラも置いてるんで余計やりづらいですね。目的は穴埋めもありますけど、ここがスカスカだと強度が弱すぎるので、ブヨンブヨンしないために詰めるってのもありますね。マジで6箇所もやんの？ちょっとカメラ移動しないと厳しいか。ぐる
くりして、こんなに鼻のない動画投稿ってあるの？ある程度穴が埋まったので、この周りを元々のボートの縁と後から溶かしたポリタンクをどっちも溶かして混ぜ込むような感じで一体化させていこうと思います。結構強めにどっちも溶かして、だいたいいいかな。ある程度穴埋まればいいかなと思います。ちょっと映すのが難しいんですけど、穴のここの部分の隙間を埋めることができましたね。そしたらここの穴の大きさが隙間を埋めるときに小さくなってしまったので、元々の穴の大きさにするためにドリルで削っていきたいと思います。ここは 8.5 ミリの穴だったかな。で、もしドリルで削って隙間ができるようなら、もう一度ポリタンクで修正して直していきたいと思います。なんで穴埋めして削ってダメだったらまた穴埋めするっていう繰り返しになるかと思います。よし、削っていこうかな。これでちゃんと穴埋まってれば OK だな。どうかな。この奥の方はちゃんと埋まってますね。こっちの方も埋まってるな。こっちの方は少し隙間空いてるか。見えにくいですけど隙間が空いちゃってますね。もう一回材料溶かして隙間に詰めていくか。地味な作業だよ。よいしょ。余分なとこ切るか。よし、これでちょっとうまく取れないんですけどね。ピントも合わせるの難しいんですが、内側の方隙間が埋まったので、あとはこの飛び出たところをカッターの刃をつけて使うスクレーパーとこのプライヤーで綺麗にしていきたいと思います。切れるかな。このスクレーパー、後ろを叩いて使うことができるので、ハンマーで叩きながら削っていきます。まあまあ綺麗に削れたかな。あとは少しこの辺りを溶かしてなじませて調整しておきます。だいたいいいかな。この下の方も溶かした材料が飛び出ているので削っていきます。ハンダゴテで少し調整で、6箇所のうちやっと1箇所終わりましたね。あと5箇所直さないとダメですね。大変だ。よし、そしたらやっていきます。はい、いい感じにカニカマの極細シャングリアが完成したので、これを使って直していきます。よし、こっち側終わったな。反対側やるか。はい。で、反対側なんですが、真ん中のところだけボルトが中心からずれて端の方についちゃってるんですよね。加工するときにうまく真ん中に取り付けることができなかったので、このボルト穴の位置も真ん中の方に修正しながらプラスチックを溶かして隙間を埋めていきたいと思います。大体この辺りだな。ボルトの取り付けたい位置に目印をつけたので、その周りを材料を溶かして埋めていきます。
よし、埋めることできたな。下側の方はこんな感じで埋めることができましたね。見た目じゃわかんないんですけど、隙間を埋めた方は結構硬くて、隙間を埋める前は少し柔らかい感じがしますね。そしたら残りのボルト穴も隙間を埋めていくかな。そしたら穴を埋め終わったので、ボートの真ん中あたりが特に分かりやすいんですけど、こんな感じで修理したところの色がボートの色と違うので塗装をしていこうと思います。ここは他動画で修理したんですが、結構割れがひどかったので広範囲に修理した跡が残ってますね。使うスプレーが適当に買ってきたこちらのオレンジのラッカースプレーですね。まずは最初に船の余計なところに塗装がつかないように準備していきます。余ってたマスカーというものを使っていきます。よし。そしたら塗装していきます。これ材質がポリエチレンだったかな。なので塗料がつきにくい材質でボートできてるんですけど、剥がれたら剥がれたらいいかなっていう感じで塗っていきます。ここちょっと養生適当なんですけどね。なんか色そんなに近くない感じするな。そしたら何回か塗り重ねていきたいと思います。乾くと意外と境目わかんなくなるもんだな。そしたら2回目の塗装していきます。どうせパーツつけたら塗ったところほとんど見えなくなると思いますけどね。よし、乾くのを待とう。乾いたらパーツを取り付けていきます。よし、まだ乾いてないけど養生剥がそうかな。下に垂れてるな。いい加減な養生するとこうなっちゃうよね。こっちも垂れてるな。拭いたら取れるかな。ポリエチレンって塗装乗りづらいなら剥がれやすいんじゃないのかな。意外と強力に塗装くっついてるな。乾くのが待てないのでドライヤーで乾かしたいと思います。ボルトもついでに掃除しておきます。掃除する前はこんな感じですね。ボルトを刺して掃除するとこれぐらい綺麗になりますね。よし、ナットも2つぐらいつけて、このやり方ちょっと危ないかもしれないな。なので真似しない方がいいと思います。そしたらこのパーツを戻していくんですが、もともとボートの縁にこんな感じでボルトを直接当てて取り付けていたんですが、これだとボルトの頭の部分だけで押さえることになって点で接触することになるので、一点に強い力が加わってしまうので、面で押さえるためにこういうワッシャーを使っていきたいと思います。 1.5 ミリぐらいの分厚いワッシャーでだいたい 2.5 センチありますね。このワッシャーをこのボルトとボートの縁の間に挟んで取り付けていきます。そしたらあとはボートの縁を挟み込むような形で下からワッシャーを入れていきます。そしたらフレームをこんな感じでつけて、ナットを下からこんな感じでつけていきます。同じような感じで他の場所もボルトをつけてパーツを戻していきます。手締めで締め具合を調整します。
いい感じで取り付けられたな。面接触で固定できたので、ボートの縁の部分、前より耐久性が上がったのかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はボートの変なところに穴を開けてしまったので修理をしましたね。小さいボートに色々装備をつけていくのって夢がありますよね。このボートシリーズも結構長くやってきましたね。今後車とか他の動画もシリーズ化していこうとは思うんですが、ちょっと倉庫の片付けとか色々あったりしてどういう動画上げていこうかなって考えています。もしよければチャンネル登録やグッドボタンを押していただけるとすごく動画制作の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。ボートの偽装って本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。